からルームツアーを始めます。お部屋の間取りは 2SLDK、2人と猫1匹で暮らしています。無印良品やシンプルなものが好きなので、それをベースにお部屋作りをしています。お気に入りのものをお伝えしていくので、よかったら最後まで見ていただけると嬉しいです。ではまず玄関から紹介していきたいと思います。こちらが玄関になります。玄関の床にはニトリで購入した貼って剥がせるフロアシートというのを床の形に合わせて切り貼りしています。ハニカムモザイク柄のおかげで玄関が少し明るくなったような気がします。そしてここには傘の収納場所がないので、無印良品のアルミフックマグネットタイプ小というものをドアに貼り付けて、そこに傘をかけて収納しています。このマグネットクリップは3個で390円でした。磁力も結構強いので、今のところ外れるようなことはなく使えています。そして玄関の片隅に無印良品で購入したインテリアフレグランスを使っています。ここには香りはグリーンを使っています。次にトイレを紹介していきたいと思います。中はこんな感じです。トイレマットやトイレカバーは掃除のしやすさや衛生面を考えて使っていません。そしてトイレの上段にはワイヤーラックの中にトイレットペーパー、そしてその横は100均で購入したボックスにお掃除グッズなどを入れて収納しています。その横にあるのはイソップの液体タイプのトイレ用消臭剤になります。そして下の方にはちょっと見えにくいんですが、先ほど玄関で紹介したものと同じ無印良品のインテリアフレグランスを置いています。こちらはハーバルの香りを使っています。とってもいい香りで、トイレ特有の香りも消えるので、何度もリピートして使っています。次に洗面台の方を紹介していきたいと思います。中はこんな感じです。こちらの洗面台にも無印良品で購入した水耕栽培の観葉植物を置いています。日陰でも育つ種類にしたので、窓がない洗面所でも元気に育ってくれています。そして洗面台の横にはタオル掛けハンガー、洗濯物かご、そしてその隣がコードレスクリーナー、そしてその横には無印良品のポリプロピレンケース深型というのを5つ重ねて使っています。こちらも無印良品のステンレスワイヤーラックです。もともとドライヤーはこのポリプロピレンケースの中に入れる予定だったんですが、サイズがギリギリ合わず、泣く泣くここに収納しています。このケースがここにあることで、こちらの洗濯機で乾燥をかけた洗濯物をそのまま畳んでこちらに収納できるので、とても重宝しています。そしてお掃除がしやすいようにローラーを底の部分につけています。お風呂場の中の収納も少しお見せしたいと思います。浴室の収納はこんな感じです。無印良品のステンレスワイヤーラックに横ブレしにくいフックを取り付けて、その中にボトル類を収納しています。そして洗顔料も引っ掛けるワイヤークリップに引っ掛けて、それをラックに吊るしています。お隣にあるのはバススポンジです。あと水を切るお掃除道具も一緒にかけています。引っ掛けて収納することで、ボトルなどの底の部分がぬめらずに衛生的に保つことができます。
次にリビングの方を紹介していきたいと思います。リビングでは無印良品のリビングでもダイニングでも使えるシリーズのソファーチェアとベンチ、それとテーブルを中央に置いて使っています。ソファーカバーはネイビーにしました。カバーは付け外しが可能で、素材やカラーバリエーションも豊富なので、お部屋の雰囲気に合わせて変えることもできます。テーブルとソファーの色はウォールナットにしました。これもオーク材とウォールナットの2種類から選ぶことができます。次にソファーチェアの横に置いてあるのは無印良品のレチューザに植えたオリーブです。背丈は100センチほどで、グリーンがお部屋のアクセントにもなっていてとてもお気に入りです。レチューザというのは底面灌水式の植木鉢のことで、普通は土に水をかけると思うんですが、レチューザの場合はこの穴の部分からお水を入れて、植物が自分のタイミングで水を吸っていくので、水やりのしすぎの心配などもありません。お水の残量はこのガラスメーターから確認することができます。旅行などで長期に家を空ける時などにもとっても便利です。そして気づいた方もいらっしゃると思いますが、このお部屋にはテレビがありません。その代わりにポップインアラジン2というものを使ってお家で毎日楽しんでいます。このポップインアラジン2というのはシーリングライトとプロジェクター、そしてスピーカーが一つになったもので、ここから映像を壁に映し出すことができます。コードもないので場所も取りません。この壁にいろいろと映像を映して、ネットフリックスやあと地上波も楽しんでいます。こちらの方を次に紹介していきたいと思います。こちらは無印良品の壁につけられる家具、投げしというものです。1700円くらいで購入しました。壁が石膏ボードであれば簡単に取り付けが可能です。穴もすごく小さいので賃貸の方でも心配ありません。無印良品の吊り下げるプランターカバーに観葉植物を入れて、それを横ブレしにくいフックを使ってかけています。プランターカバーは590円、観葉植物の方は3号のサイズで1000円しないくらいだったと思います。壁から吊り下げられるので場所も取らずにおしゃれなお部屋を作ることができます。そして隣に置いてあるのは無印良品の超音波潤いアロマディフューザーです。角型トレイに本体とアロマオイルを乗せて使っています。これはお水を入れずに間接照明として使うこともできます。アロマオイルは1000円くらいから購入できるので、ちょこちょこ欲しい香りがあれば買い足して使っています。私は今お気に入りなのはただいまというブレンドのエッセンシャルオイルがお気に入りです。ユーカリとベルガモットをベースにした香りでとっても癒される香りです。次にキッチンの方を紹介していきたいと思います。キッチンはこんな感じです。ではまずコンロ周りの方から見ていきたいと思います。まずこちらですね。これはアルテレニョというオリーブの木でできたカッティングボードになります。オリーブなのでとても頑丈にできています。時々アマニ油を塗ってお手入れしながら使っています。そしてこちらが無印良品のコットンメッシュバッグです。玉ねぎなど常温で野菜を保管するのに使っています。次にキッチンの後ろ側の方に移ります。こちらは無印良品のス
ステンレスユニットシェルフ。サイズはワイドの小というのを使っています。色はテーブルとかに合わせてウォールナットにしています。このシェルフに炊飯器とトースター、それとオーブンレンジなどの家電を置いています。家電はバルミューダを使っています。必要最低限の見た目と機能に惹かれて購入しました。一番下の段にはニトリで購入した米びつと、隣にアイアンワイヤーラックを置いています。こちらの中には飲み物関連のものや、あとサプリメントを入れています。ラックの目隠しには無印良品の朝クロスというのを使っています。種類もカラーもいろいろと出されています。690円で購入しました。ホコリが入ってくるのを防ぐのにもすごく役立っています。そしてこのシェルフの横には先ほど紹介した横ブレしにくいフックに無印良品のジュートマイバッグを引っ掛けて使っています。ここにはお菓子を入れたり、あとはスーパーに行く時のマイバッグとしても使っています。3種類のサイズで展開されているんですが、こちらは A4 サイズのもので250円でした。見た目がシンプルで可愛いだけじゃなくて、強度もあるので重いものもたくさん入れることができます。持ち手の部分も長めに作られているので、肩からかけて使うこともできるので、とっても重宝しています。そしてこのユニットシェルフの上にも先ほど紹介した壁につけられる家具シリーズを取り付けています。ここにはコーヒーグッズや鳩時計、観葉植物を置いています。こちらの無印良品の鳩時計は先ほどもちょっと撮影時泣いてたんですけれどもとっても見た目も可愛くて、それに惹かれて購入しました。価格は5000円くらいだったと思います。部屋の明るさを感知して夜寝る時などは鳩が鳴かなくなるような仕様なので、夜中は静かです。お隣の観葉植物も無印良品で購入したもので、土を使わない水耕栽培の植物なので虫も寄ってこなくてとても安心です。私はコーヒーの木を選びました。そしてキッチンの隣の方に移りまして、こちらにはコロコロクリーナーや消臭剤などお掃除グッズを収納しています。そして下の方の段には無印良品の柔らかポリエチレンケースを使ってレトルト食品や即席のスープなどを入れています。ケースは1個あたり790円で購入しました。それでキッチンの紹介は以上になります。そして最後に2階を紹介していきたいと思います。メゾネットタイプなので2階の方は主に寝室として使っています。ベッドやベッドカバー、サイドテーブル、すべて無印良品で購入しました。ペンダントライトも無印良品のものです。中のライトだけは IKEA で購入しました。調光タイプなので、その時の気分に合わせて色を調節して使っています。お部屋のアクセントクロスとライトカバーのグレーが色味があって相性がよくて気に入っています。そしてベッドの隣に置いてあるのは、こちらも無印良品で購入した木材のサイドテーブルベンチになります。こちらには無印良品で購入した駅の時計ミニと、こちらにも水耕栽培の観葉植物、そして先ほど紹介した IKEA のライト用のリモコン、そしてイソップのルームスプレーを置いています。ルームスプレーは主に寝る前にシュッと空間に吹きかけて使っています。最近購入した無印良品のワッフルケットも
色味はグレーなんですけれども、とっても可愛くてお気に入りです。こちらは飼い猫のラテと言います。4歳です。寝起きでまだぼーってしてます。ペット用のベッドですね。N クールです。涼しくて気に入ってるみたいです。そしてこちらが私のクローゼットになります。中はこんな感じです。反対側もちょっと扉開けてないんですけど、同じ感じです。ハンガーはすべて無印良品のものを使って統一感を出しています。そして上のところにはこちらのボックス類も全部無印良品なんですけども、書類やあとこの丸い形の柔らかポリエチレンケースの中には帽子を入れて収納しています。いかがだったでしょうか。お部屋の紹介は以上になります。最後まで見ていただきありがとうございました。よかったらコメントやいいね、フォローをしていただけると嬉しいです。ありがとうございました。